はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちらですね。ヤマハから出ましたミドルレンジの完全ワイヤレスイヤホンですね。TWE5B。こちらをですね、レビューしていきたいと思います。こちらはですね、価格が15,000円ぐらいのミドルレンジの完全ワイヤレスイヤホンになっていて、ノイキャンには対応していない音楽をですね、純粋に楽しむための完全ワイヤレスイヤホンになっています。ヤマハの完全ワイヤレスイヤホンって今まで私使ったことなかったんですけども、ヤマハといえばですね、日本が誇るメーカーですので、やっぱりですね、音質は素晴らしくて、特に中音域のですね、ボーカルの抜けなんかが素晴らしいイヤホンに仕上がってましたので、こちらですね、レビューしていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、ということで、ヤマハ TWE5B のですね、レビューを行っていくんですけども、まずはスペックや価格からご紹介していきたいと思います。冒頭でもご紹介した通り、この TWE5B はノイキャンには未対応のモデルとなっていまして、外音取り込みには対応しています。ワイヤレス充電も未対応で、片耳のイヤホンのみでの使用が可能で、片耳で使用した時はモノラル再生になりますので、片耳だけつけて散歩に行きたいというようなニーズにも満たせるイヤホンになっています。マルチポイントにも未対応ですね。Bluetooth のバージョンは 5.2。対応コーデックは SBC、AAC、aptX に加えて aptX アダプティブにも対応しています。ドライバーは 7mm のダイナミックドライバーが1機搭載されていて、充電時間はイヤホン本体が約 1.5 時間、イヤホンケースが約 2.5 時間となっています。バッテリー持続時間なんですけども、イヤホン本体で最大 8.5 時間ということで、イヤホンケースを併用すると最大30時間となっていますね。カラーバリエーションはブルー、ブラウン、ブラック、グレーの4色展開になっていて、今回ご紹介するのはブラックということになっています。イヤホン防水規格は IPX5。充電ポートは USB-C です。保証期間は1年間で、その他としましては、専用アプリによるファームウェアのアップデートだったりとか、イコライザーの設定なんかにも対応しています。それからゲーミングモードですね。低遅延モードも搭載していまして、ゲームなんかをするときにゲーミングモードをオンにするとですね、かなり遅延が軽減されるというものが搭載されています。価格なんですけども、現在 Amazon で15,000円ということでですね、完全ワイヤレスイヤホンの中ではミドルレンジのモデルとなっています。はい。ということで、外観やサイズについて見ていくんですけども、これ結構ですね、大きいんですよね。手のひらに置くと、こんな感じの大きさになっていて、こちらですね、ソニーの WF1000X Mark IV と比べるとこのようなサイズ感になりますし、AirPods Pro なんかと比べてもこれぐらいのサイズ感になっていて、結構ですね、大きいケースになっています。で、こんな感じのですね、飯盒炊飯のですね、飯盒みたいな形のケースになっていまして、蓋のですね、表面のところがですね、スピーカーのですね、表面のメッシュのような感じになっていて、これとてもかっこいいですよね。で、ヤマハのロゴがここに入っているという感じになっています。正面に行くと、こちらに4つのインジケーターがついていまして、裏に行きますと、こちらですね、USB-C のポートがついているという感じになっています。ちょっとですね、指紋がつきやすい素材になっていて、普通のですね、プラスチック感があるケースになっていますね。デザインはかっこいいかなと思うんですけど、サイズがちょっと大きいかなっていう感じはしています。開けてみるとこんな感じにイヤホンが収まっていて、ケースでイヤホンのマグネットの強さも確かめていくんですけども、これ振ってみると、こんな感じで蓋が開いてイヤホンが飛び出てしまうので、雑にですね、扱わない方がいいかなっていう感じはしています。ケースの蓋自体は結構ですね、パチンと閉まる感じじゃなくて、ゆっくりですね、こう閉まる感じで、蓋を閉めるときにバチンと音が鳴らないのはいいかなと思います。イヤホン本体はこんな感じになっていまして、ケースの表面と同じようにこちらですね、スピーカーの表面みたいなメッシュみたいな感じになっていて、これもですね、デザインとしてはかなりかっこいいんじゃないかなと思います。そしてこちらにヤマハのロゴがついていて、こちらですね、右耳なんですけども、上に行くとこちらですね、ボタンが2つついていますね。物理ボタンになっていますので押しやすいですし、耳にですね、こう装着してですね、ここにボタンがついているわけじゃないので、こう指で挟んで操作をするんですけども、耳にですね、圧力がかからないっていうのはとてもいいポイントかなとは思います。横から見るとこんな感じでかなり特殊な形をしていて、こちらはですね、アンカーサウンドコアのリバティ3 Pro なんですけど、これとですね、ちょっと似たような形をしていて、かなりですね、特殊な形をしたイヤホンになっています。裏から見るとこんな感じで充電の接点がついているのと、AR の表記があります。イヤーピースを外してみるとこんな感じで、ノズルの先端は通常の丸い形ですので、サードパーティー製のイヤーピースも付け替えることができます。こちらはですね、左耳なんですけども、左耳の方はこちらですね、上から見るとボタンがですね、1つだけついていて、左右合わせて3つのボタンがついているという形になります。右耳が2つ、左耳が1つですね。こんな感じのイヤホンになっていて、左右でですね、ボタンの数が違うっていうのもなかなか珍しいなと思うんですけども、こんな感じの仕様になっています。それでは重量も測定していくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れた状態の重量になります。59.8g となっています。ギリギリ 50g 台ですけども、若干重ためかなという感じはしています。ケースがですね、大きい割には軽い方なのかなって感じがしますけども、重ためになっていますね。
イヤホン本体の重量は 13.1g となっていて、片耳 6.5g から 6.6g ぐらいとなっていますので、こちらもですね、若干重ためかなと思います。サイズが大きいので、やっぱりそれぐらいのですね、重さになっちゃうのかなっていう感じがしますね。それではサイズも測定していくんですけど、まずはケースのこちら縦から測ってみますが、なるべく分厚いところを測ると 33.3mm となっていますね。ケースの横は 65.5mm となっていて、やっぱり若干大きいかなって感じします。ケースの高さは 49.8mm となっていて、結構大きいので、ポケットの中に入れるとちょっと大きいかなという感じはしていますので、バッグの中にしまうという形になると思います。イヤホン本体のサイズも測定していきますけども、まずはこの耳の外に出る部分ですね。縦が 20.3mm となっています。そしてこちら横ですね。イヤホンの横が 27.2mm となっています。そして厚みなんですけども、厚みはちょっとここから測りますが、この厚みだと 21.6mm となっています。ノズルの長さはこのように測ると 10.8mm ぐらいとなっていて、形がですね、ちょっと歪なので、今の位置で測ればいいかっていうのはちょっとあれですけども、参考までにしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、続きまして付属品についてなんですけども、付属品はですね、なんか書類がいっぱい入ってまして、まずこちらですね。イヤーピースがシリコンタイプのものが入っています。サイズとしては XS、SM、L と4サイズになっていて、M サイズは最初からイヤホンに装着されているという感じになりますね。このシリコンタイプのイヤーピースですね、結構このシリコンの部分が分厚くて弾力があるイヤーピースになっていて、しっかりした作りだなっていうのを感じます。そして USB-A to USB-C のケーブルが入ってますね。書類がいっぱい入ってるんですけど、まずこちら保証書ですね。1年間の保証書がついています。そしてクイックスタートガイドですね。この辺ですね、ヤマハは日本のメーカーですけども、あんまり日本語の説明なんかは書いてなくて、この辺ありますけども、この辺みんな、英語で書かれていますし、世界向けにですね、作っているのかなって感じがします。安全上の注意とかのですね、書類なんかがちょっといっぱい入っているという感じになります。日本語のですね、細かいマニュアルっていうのは紙では入っていないんですけども、アプリからですね、見れたりとか、ヤマハのですね、公式ウェブサイトなんかからダウンロードできたりするので、細かいマニュアルを見たい方っていうのは、そちらですね、見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、続きまして、装着感についてなんですけども、装着感はですね、しっかりとですね、耳にフィットはするんですけども、本体部分のこのプラスチック感がですね、耳に当たるというか、結構硬くて大きいものが耳に収まってるなっていう感じは結構あるなと思いまして、めちゃくちゃフィット感がいいというか、装着感がいいっていう感じではなかったかなと思いました。他の完全ワイヤレスイヤホンでも、プラスチックのですね、イヤホンが耳に入ってるんですけども、それに比べてなんかプラスチックが耳に当たる部分が多いのか、私の場合は耳につけていてですね、すごい嫌な感じがするわけじゃないんですけども、つけている感じを忘れるというか、そういう感じはなかったですね。本体自体も大きいので、これはしょうがないのかなと思うんですけども、耳にですね、大きいものがぶら下がっている感じは結構あるなと感じました。イヤホンを装着したところを写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、やっぱ結構大きめなので、耳いっぱいにですね、占有しているような感じは見えるかなと思います。やっぱり表面の部分ですね、スピーカーの表面のようなメッシュの感じがあって、これ結構個人的には好きだなと思っているので、この見た目自体はかっこいいんですけども、大きさとしては結構大きいので、目立ちはするかなという感じはしています。イヤホンを装着したところを前から見るとこんな感じになっていて、結構やっぱりですね、厚みがありますので、この部分ですね、耳からはみ出るなという感じがしています。でさらにこの辺ですね、へこみがあったりなんかして、ちょっと歪な形をしているので、マスクの紐とかですね、ネックレスなんかが前から来たりとか後ろから来たりすると引っかかっちゃって、イヤホンが外れちゃうとか、そういうこともあるかもしれないなというのは感じました。もうちょっとですね、耳の中に収まってくれればよかったんですけども、私の耳の場合だと、これ以上はですね、内側にはいかないので、こんな感じの見た目になっちゃうかなっていう感じはしています。こんな感じで装着感としては別に悪くはないですし、本体の重さほどなんか重たいなっていう感じはしないんですけども、なんか耳に硬いものが入っていて、大きいものがぶら下がってるなっていう感じは結構するなと思いました。はい、続きまして、アプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、この TWE5B はヘッドホンコントロールというアプリでカスタマイズをすることができます。こちらはですね、新しいアプリみたいなんですけども、こちらでカスタマイズをしていきます。接続するとこんな感じの見た目になるんですけども、できることっていうのが結構少なくて、まず右と左のですね、イヤホンのバッテリー残量がわかるのと、イコライザーですね。こちらはプリセットなんかはなくて、カスタムイコライザーで自分で調節するものが1つだけ設定できるということになっています。高音域から低音域までですね、5バンドで設定できまして、調節はですね、デフォルトの位置から上
上に6段階、下に6段階調節できて、合計ですね、13段階で設定できるというものになっています。プリセットなんかはありませんけども、こんな感じでイコライザーもいじれるというものになっています。そしてこの下の3つですね、モードの切り替えなんかができまして、リスニングケアという機能がありまして、こちらはイヤホンから流れる音楽の音量を下げていくとですね、高音域と低音域がですね、人間の耳の特性上聞こえづらくなるということで、小さい音量になった時にグッとですね、高音域と低音域を持ち上げてくれて、しっかりと聞こえるようにしてくれるという機能が備わっています。そしてアンビエントサウンドですね。こちら外音取り込みのオンオフをアプリからも行うことができるというものになっています。そしてゲーミングモードですね。低遅延モードも備わっていまして、こちらのオンオフをアプリからすることになります。後でもご紹介しますけども、このゲーミングモードのオンオフはイヤホン本体の操作ではすることができなくて、アプリから毎回ですね、こちら入れなきゃいけないというものになってますね。その他の項目としましては、オートパワーオフの時間ですね。こちらを設定することができまして、イヤホンとスマホをですね、切って何分間でイヤホンの電源が切れるかっていうのを設定することができます。あとはハードウェアの更新が来たらここからできるようですし、あとユーザーガイドですね。オンラインマニュアルをこちらですね、見ることができます。先ほど付属品のところで紙のマニュアルが入っていないという話をしたんですけども、細かく見たい方はこちらからですね、見ることができます。そして装着方法のビデオが見れたりと、そんな感じになっていまして、できることっていうのは必要最小限というか、細かいカスタマイズなんかはできませんので、ガジェット的にですね、いろいろですね、いじって自分好みのイヤホンにしたいとか、そういう方にとってはちょっと物足りないかなと思うんですけども、このようにですね、アプリでカスタマイズすることもできますね。はい、続きまして音質についてなんですけども、音質はですね、中音域のですね、ボーカルの抜けなんかがとても素晴らしくて、めちゃくちゃ綺麗にボーカルのですね、息遣いだったりとか、直接耳に聞こえてくるなって感じがして、めちゃくちゃ気持ちが良かったです。で、さらに高音域なんかもとても綺麗だったので、ボーカル重視の楽曲とかですね、ギター一本の弾き語りの曲なんかを聴いていると、めちゃくちゃですね、その音楽の世界に没頭できてとても気持ちがいいなと思いました。一方で、低音域のアタック感っていうのは若干控えめというか、優しいですね、綺麗な低音はしているんですけども、結構ですね、がっつりですね、アタック感とかですね、重厚感がある低音ではないので、そういう部分ですね、若干物足りないなって思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思いました。ですので、ロックとかですね、激しめの曲なんかを聴いていると、低音がですね、ガンガン鳴ってる方が好きっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方にとっては、イコライザーでですね、グッと持ち上げてあげたとしても、生のですね、バンドの音なんかにはかなわないなっていう感じの低音になっていまして、その辺ですね、好き嫌いが分かれるかもなというのはちょっと感じましたね。低音域のアタック感でですね、物足りなさが感じはするんですけども、それを差し引いても中音域のボーカルだったりとか高音域の綺麗さというのは素晴らしかったので、そういう楽曲好む方とかですね、普段からシンガーソングライターの曲を聴きたいという方とかですね、結構女性ボーカルの曲なんかを聴きたいという方にとってはとても気持ちがよく音楽を楽しめるんじゃないかなと思いましたので、その辺はとても良かったかなと思います。で、先ほどご紹介しましたこのリスニングケアというですね、機能ですね。イヤホンから流れる音量自体をぐっと下げていくと、高音域と低音域が聞き取りづらくなるので、そこだけですね、ちょっとグッと持ち上げてくれるという機能があるんですけども、こちらをですね、しっかりと聞いているなというのが分かりまして、私のこのですね、スマホで聞いている限りだと、この辺ですね、30% ぐらいですか？この辺ぐらいまで行くと、リスニングケアのオンオフでグッとですね、高音域とかですね、低音域の音量がですね、グッと変わるのがよくわかるなっていう感じになっていました。音が小さくなった時に高音域とか低音域をですね、グッと持ち上げちゃうと、なんかバランスおかしくなっちゃうんじゃないのかなってちょっと思ってたんですけども、そんなこともなくてですね、本当にですね、気持ち持ち上げてあげるぐらいっていうイメージでしたので、音楽のですね、バランスなんか崩さずに、音が小さくても、しっかりとですね、高音域から低音域までしっかりと音が聞こえるというものは、とてもですね、考えられていて、なかなかこういう機能ってあんまりないと思うので、珍しいなと思いましたね。あんまり音をですね、大きくしたままずっと聞いていると耳を痛めちゃったりとか、難聴なんかになっちゃう方もですね、いらっしゃると思うので、イヤホンから流れる音量自体が小さくてもしっかりと音が聞こえるっていうのはとてもいいなと思いました。こんな感じで音質はですね、低音域のアタック感なんかはちょっと物足りないかなっていう感じる方もいらっしゃるかもしれないですけども、中音域のボーカルの抜けが特に綺麗だったなと思いますので、そういうですね、ボーカル重視の曲を聴きたいっていう方にとってはとてもおすすめです。はい、続きまして操作感についてなんですけども、操作は先ほどもちょっとご紹介した通り、イヤホンの上に側についてるですね、この物理ボタンで操作するので、カチカチと押し込めて、操作ミスもですね、なく快適に行うことができます。で、最初ですね、操作していてあれって思ったのが、後ろというか上のボタンが音量を上げたりとか、ダブルタップで次の曲で、下のボタンですね、こちらが1回タップで音量を下げて、2回タップで前の曲と
いう操作になるんですけども、私の場合割とですね、こんな感じの角度をつけていて、前後ろみたいなイメージになっちゃっているので、前が音量プラスとか次の曲かなと思ってカチカチって押したら前の曲に戻っちゃったとかいうのがあって、私の場合イメージが逆だなっていう感じはしたんですけども、これをですね、縦にこんな感じの下の方にこうやってつければ、上が音量プラスで下が音量マイナスになるので、一緒に触っていて違和感ないのかなと思ったんですけども、私の場合こう斜めにつけた方がしっかりフィットするなと思ったので、この場合だと前後ろだとですね、私の場合逆のが使いやすかったなと思ったんですけども、それ人それぞれなのかなとは思いますが、ちょっと最初戸惑いましたね。で、あとはですね、さっきアプリのところでもご紹介しましたけども、イヤホン本体の操作で全ての操作をですね、することができないということになっていまして、音楽の再生一時停止、音量の上げ下げ、次の曲、前の曲、そして外音取り込みの入り切りなんかもできるんですけども、ゲーミングモードのオンオフがイヤホン本体の操作ではできなくて、先ほどご紹介したアプリで一時ですね、オンオフをしなければいけないということで、そこはちょっと面倒だったかなと思いますね。できればそこをですね、3回タップとかでゲーミングモードオンオフしてくれると良かったんですけども、それができないっていうのはちょっと違和感あったなっていう感じがしています。はい、続きまして外音取り込みについてなんですけども、外音取り込みはあんまり効きは強くないかなと思っています。電車なんかでのアナウンス程度であれば聞こえるんですけども、会話なんかだと音楽を聴きながらだとちょっと厳しいなっていう感じがしていまして、結局耳からですね、イヤホンを外すことになるなっていう感じはしていました。もうちょっと外音ですね、しっかり取り込んでくれたらよかったんですけども、そこはちょっと残念だったなということがあって、外音取り込みは、このイヤホンに関しては、ここまでおまけ程度というか、それぐらいに思っておいた方がいいんじゃないかなと思いましたね。続きまして、通話品質についてなんですけども、通話品質はいつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはヤマハ TWE5B とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、結構機械音っぽく聞こえますし、なんか他のイヤホンとは違って、自分の声がですね、普通の声とはちょっと違うというか、なんかいつもと違う感じの声に聞こえちゃって、あれなんでだろうなっていうのはありましたね。音自体はですね、しっかり聞こえていて、普通に会話は成り立つと思うんですけども、このイヤホンを使って会話していると、相手からですね、なんかいつもと声違くないですかって言われてしまうぐらい、なんかちょっと音がですね、違うなという感じがしました。今までとですね、同じような環境で、録音していて、声が変わっちゃうみたいなことってあんまりなかったので、これなんでだろうなっていうのはあったんですけども、このイヤホンに関してはちょっと音が変わっちゃって、あれって思いましたね。ですので、イヤホンで音楽聴いていて、電話がかかっていた時に通話する分にはいいと思うんですけども、ビジネスのですね、打ち合わせなんかだとかですね、オンライン授業で大事なプレゼンしなきゃいけないっていう時はですね、自分の声が相手に届いた時に、いつもと声が違うと、相手がですね、そっちの方に気がいっちゃって、内容が頭に入ってこないとかですね、そういうことがあり得るかもしれないので、そういう大事な場面ではちょっと使いづらいかなっていう感じはしました。はい。ではですね、レビューの最後にゲーミングモードについてご紹介していくんですけども、ゲーミングモードはですね、これしっかりと動作しまして、これはとても良かったかなと思います。私ですね、今回ですね、ゲームをやってみて、そんなにですね、めちゃくちゃ音が重要なゲームではないんですけども、最初やっぱりゲーミングモードをオフにしてやった時は遅延が結構あって、ゲームのですね、ボタンをタップして効果音が鳴るまでにワンテンポ遅れていたのが、ゲーミングモードをオンにしたら音のずれが気にならないぐらいまで遅延はですね、解消されたので、ゲーミングモードはしっかりとですね、効いているなと感じました。ただこちらですね、ゲーミングモード先ほどからご紹介している通り、アプリでですね、いちいちオンオフを入れなければいけませんし、アプリでゲーミングモードをオンにしておいて、一回イヤホンをケースに戻しますと。で、電源が切れてイヤホンを取り出した時に、まだゲーミングモードオンのまま始まるというのがあったりして、ちょっとですね、使いにくいなっていう感じはしましたね。ゲーミングモードの機能自体はしっかりとしているんですけども、その辺の使い勝手っていう部分だと若干ですね、マイナス点かなっていう感じがしましたね。はい、ここまでヤマハ TWE5B をレビューしてきたんですけども、ここからは気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。まず気になった部分の一つ目なんですけども、やっぱりこのイヤホン本体とかですね、イヤホンケースが結構大きくて、先ほどご紹介していませんでしたが、こちらですね、ヤマハのもので、こちら右がソニーの WF1000X-M4 なんですけども、このソニーの WF1000X-M4 も完全ワイヤレスイヤホンにしては大きい方なんですけども、それよりも表面積だけ見たら、このヤマハの方がですね、大きいぐらいかなり大きい筐体になっているので、結構ですね、目立つなっていうのがありまして、そこはですね、ちょっと残念だったかなと思います。私個人的には耳の中にですね、しっかりと収まった方が好きなんですけども、顔の横から見てもはみ出ますし、顔の前から見ても結構ですね、横にはみ出てるというのがあって、僕はちょっと
ょっとですね、気になったかなと思いました。2つ目のですね、気になった部分は、先ほどからもご紹介してますけども、ゲーミングモードのオンオフがアプリからしかできないということで、イヤホン本体でできるようになったら嬉しいなと思いました。これからのファームウェアのですね、アップデートとかでその辺が解消されればいいんですけども、そこはちょっと残念だったかなと思います。気になった部分の3つ目なんですけども、こちらはですね、先ほど全然見えてなかったと思うんですけども、この部分にですね、接着剤みたいなのが、はみ出てるというかくっついちゃってて、なんか最終的に綺麗に取れなかったっていうのがあって、これ多分ですね、個体差だとは思うんですけども、私が購入したものだとここに接着剤みたいなのがくっついてたという感じで、今もちょっと綺麗に取れてないので、ちょっとこれ残念だったかなと思います。もしかしたら行ったらですね、交換してもらえるのかもしれないですけども、機能に影響ないし、このままにしとこうかなって感じはしますけども、ちょっとここは残念でしたね。本当に細かい部分なんで気にされない方もいるかもしれないですけども、新品で買ったらやっぱりここはですね、綺麗になってて欲しかったなっていう感じはしています。はい。ということで今回ですね、ヤマハ TWE5B をレビューしてきたんですけども、このですね、ヤマハの完全ワイヤレスイヤホンは、ノイキャンなんかが入っていない音質にですね、重点を置いたイヤホンになっていて、音質はですね、とても素晴らしくて、低音域のアタッカーなんかはちょっと物足りないなっていう部分もあったんですけども、中音域のボーカルの抜けなんかはとても気持ちが良くて、そういうボーカル重視の曲とかですね、シンガーソングライターの曲なんかを聴くときはとてもいいんじゃないかなと思いました。低音域のアタック感は物足りないっていう話はしましたけども、そんなにですね、低音域が全然聞こえないとかそういうわけでもなくて、優しい感じでしっかりとまとまってはいるので、音質自体がですね、全然悪いとかそういうわけではないっていうのは認識しておいていただけるといいんじゃないかなと思います。あとはですね、その音質部分に関してはとてもですね、いいかなと思ったんですけども、全体的に見ると、やっぱりサイズが大きかったりとか、結構ですね、装着しても耳にですね、大きいものがぶら下がってる感じがあるとかですね、外音取り込みがちょっと弱いなっていうのとか、通話品質もちょっとなんか声が変わっちゃってるよな、みたいなとこがあって、総合してみると、ヤマハのこの音がですね、とても好きと、主張してみて、これはですね、バッチリ自分に合うって方はもちろんいいと思うんですけども、それ以外の部分に関しては、他の完全ワイヤレスイヤホンに比べてめちゃくちゃいいかってやると、個人的にはそこまでかなっていうのが感じましたね。音質部分と、ゲーミングモードがしっかり効いたっていう部分、それから物理ボタンで操作がですね、しっかりできるっていう部分に関してはとてもいいんですけども、それ以外の部分はめちゃくちゃ褒められる部分っていうのがあんまりなかったので、個人的にはヤマハのですね、次のイヤホンなんかに期待したいなっていう感じはしています。やっぱりヤマハっていうのはですね、長年ですね、ピアノだったりとかキーボードとかですね、いろいろなですね、楽器類なんかも作ってきてまして、音は素晴らしいんですけども、やっぱりそのガジェット的な部分っていうかですね、知見がないというかですね、苦手なのかなっていう感じはしましたね。最後の方は歯切れが悪くなっちゃったというか、ちょっとですね、悪い評価みたいな感じになっちゃったんですけども、音質はですね、ハマる人にはめちゃくちゃハマる音質になっていると思いますので、お近くの家電量販店さんとかなんかで一度ですね、視聴していただけるといいんじゃないかなと思いました。はい。ということで、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心に、レビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はこれからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私はブログもやっていまして、ブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。